2021年7月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。7月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらに世界のカードとインスピレーションワンドの4、そしてベビーベッドのカードが出ております。この時は何かが終わる、目標や計画が達成して、そしてその終わったことで、達成したことで、新しい何かが始まっていく。こちらに大谷美子の神様のカード、この木のカードが出ているということで、あなたが長年努力してきたことの結果が現れる。この今回達成していく目標っていうのは、例えば今年とかここ数ヶ月以内に立てた目標かもしれないんですけれども、その達成にとても重要な役割をしているのが、あなたが長年培ってきたもの。それは人脈の場合もあれば、あなたがコツコツ努力してきたことだったりとか、あなたの血となり肉となっている経験。それが実って、この時目標が達成する。そして達成したことで新しいプロジェクトが始まっていく。それで、この今回達成すること、始まっていくことっていうのは、あなたの目標によるんですけれども、例えば婚活を頑張っていた方にとってはとても良い方との出会いがある。そしてそれがそのまま結婚につながっていく。妊活を頑張っていた方は、このベビーベッドが指すように妊娠する。もしくはこの時期出産される方もいるかもしれないんですけれども、守るべき家族が増えていく。そして、離婚すべく頑張っていた方もいると思うんですけれども、その場合は離婚の成立への道が開かれていって、新しい独身になるあなたが生まれていく。そして、お仕事で頑張っていた方は、今のプロジェクトが大成功に終わって、次の新しいプロジェクトが始まっていく。そしてこの時、趣味でもお仕事でも何かコンペとか賞とかに応募していた方いらっしゃいましたら、とても良いお知らせが届く。そのコンペに勝つ賞を取る。そしてその賞を取ってデビューするなどして、新しいあなたが生まれていく。趣味が実益を生むというタイミングでもありますので、趣味で長年経験を積んでいて、腕に覚えのある方は、個人事業主として、もしくは仲間がいる場合もあると思うので、仲間がいる場合は仲間と一緒に起業するっていうのもとても良いタイミングだと思います。あなたの今までの努力の経験値と時代が求めるものっていうのが合うんですね。そういう合うタイミングだからこそ、それがお金になる時が来ている。そして、ここから収入が増えてくると思うので、自分の才能っていうのを隠さないでいただきたいんですけれども、その才能っていうのは、ご自身が今持っているお仕事で発揮できる場合もあれば、趣味で発揮できる場合もあると思うんですけれども、それを臆せずに周りの人にアピールするっていうのが、
とても重要で、そのあなたが表さないと、あなたがその能力っていうものを周りの人に伝える世の中に表していかないと、周りの人もエスパーじゃないので気づかないんですね。なので、その能力、魅力っていうものは、今から慌ててつけるものではなくって、もうあなたが持っているもの、この木が2、3日で育つものではないように、あなたがずっと長年かけて育てていたもの、そのあなたの個性や魅力、能力っていうものを発揮していくことによって、それは趣味が実益を生んでくる場合もあれば、お仕事で認められて、昇進や昇給につながっていく。もしくは自営でされている場合は、そのご自身のアイデアが元で商売繁盛につながっていく。こちらにボイスのミューズ、普通のカードデッキではソードのキングに当たるカードと、ベーキングチョコレートのボアダム退屈というカードが出ております。今回、この退屈っていうのが、この始まりをより良いものにするための大きなキーワードになるかなと思ったんですけれども、退屈をいかに面白いもの、魅力的なものに変えられるか。あなたの手にかかると魔法のようにそれが面白いものになっていく。その退屈を面白いもの、美しいもの、魅力的なものに変えていくことによって、あなたがその本領を発揮して、そしてそれがあなたの人脈の拡大や収入アップにつながっていく。ですので、この退屈っていうのは、お仕事でも日常でも言えるかなと思うんですけれども、例えば日常で言うと、殺風景なお部屋をあなたのクリエイティビティとセンスで低予算でとても機能的で魅力的なお部屋に変えていくとか、誰がしてもつまらないようなお仕事をゲーム感覚で面白くできて、かつミスが減るような手順に変えていくとか、特にお仕事の場合、今アイデアを出したりとかして頑張ってみても1円にもならないって思う人もいるかもしれないんですけれども、この時のあなたのアイデアが、あなたのクリエイティビティが、将来の昇進や昇給につながっていく。例えばこの時のアイデアがきっかけで、アルバイトから正社員になるとか、いつもだとやっても無駄だって思えるようなことも、この時は必ず見てくれる人がいる。そして評価してくれる人がいる。なので、この時はそういうお仕事のちょっとした工夫っていうのも、思いついたら惜しまずに周りの人に伝えるとか、上司の方に直談判してみるとか、とにかくアピールしてみてください。そしてそれは趣味だったり、日常のことだとなおさらなんですけれども、その先ほど申し上げたお部屋のこととかも、例えばそのビフォーアフターみたいなお部屋の写真を SNS や YouTube などに上げたら、それが次のお仕事や、あと収入につながっていったとか、あと趣味でしていたことっていうのも、長年の経験があって、プロ裸足の人もいると思うので、先ほど申し上げたように、起業するっていうのもおすすめですし、あと周りの人に、あなたがこれだけできるっていうのを伝える。それは周りの人だけじゃなくって、SNS などを通じて世界に伝えるっていうことでもあると思うんですが、この時は今まで以上に自分が何をできるのか、自分の魅力っていうものを十二分にアピールできる時なんですね。なので、こういうデビューにはもってこいの時だと思いますし、それは新しい人たちとの出会いがあるっていうデビューでもあると思いますので、そういう人たちにあなたの魅力っていうものを臆せずアピールしていく。こちらに花瓶のカード、隠れファンがいるというメッセージが書かれていますが、それだけあなたはこの時期魅力的なんですね。その魅力をアピールできるっていうのがものすごく大きいんですけれども、この達成と始まりという充実の時を迎えているっていうのもとても大きいと思います。今までの努力が実って、
そして新しいあなたが生まれていく。でもその新しいあなたは、この木に表現されているように、生まれた時から続いているあなたで、その生まれた時からの小さい頃からの経験があって、新しいあなたがこの時生まれてくる。こういう終わりと始まり、達成と次のステップっていう人生の中で、とても大きな節目に立つと、この終わりと始まりの地点しか見えなくなってしまう場合もあるんですけれども、この時はとても広い視野で、過去、今、未来を見渡せる。このワールドには、かつてアダムが持っていたものをあなたは持っているし、かつてシーザーが成し遂げたことをあなたは成し遂げることができる。だからあなた自身の世界を築きなさい。という意味の言葉が書かれてるんですが、まさに自分自身の世界を築くための達成と始まり、これからどういう世界を築いていくべきかというイメージも浮かんでいると思いますので、ぜひそのイメージを大切に育てていただいて、あなたの個性を発揮する世界を築いていただきたいなと思いました。それでは7月1日から15日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。